人気機体がゆえの苦難、フリーダムガンダムのプラモデル進化の歴史。フリーダムガンダムは、2003年にかけて放映された機動戦士ガンダムシードにて、主人公、キラヤマトが登場する作品後半の主役機です。最終戦となるヤキンドゥエ戦まで戦い抜き、プロビデンスとの死闘の果てに大破しましたが、その人気の高さから、続編である機動戦士ガンダムシードデスティニーにも登場し、戦闘行為を止めるため、各種陣営や新アスカなどと戦った機体です。なお、機動戦士ガンダムシードシリーズの世界観では、ガンダムとは、機体に搭載された OS の名称なので、劇中では、ガンダムをつけずにフリーダムと呼ばれますが、プラモデルでは分かりやすくするためか、フリーダムガンダムと呼ばれています。今回は、そんなフリーダムガンダムのプラモデル進化の歴史について解説させていただきます。N ジャマーキャンセラーすごい。ストライクの4倍以上のパワーがある。まず最初に発売されたのがこちら。144分の1コレクションシリーズフリーダムガンダム。発売日2003年4月。はじめに発売されたのはシード系でおなじみのコレクションシリーズです。価格は400円ほどなので安価ですが、パーツは肘や膝関節が固定されていて、ハンドパーツもビームライフルを持つための握り手しかありません。また、フリーダム特有のレールガンやウィングの開閉ギミックも存在せず、パーツの色分けはざっくりとしています。そのため、ガシガシ動かして遊ぶことには適しておらず、アニメ放映に合わせて、とりあえず立体物としてコレクションすることを目的としたガンプラとして登場しました。その次に発売されたのがこちら。HG144分の1フリーダムガンダム。発売日2003年6月。HG 初のフリーダムガンダムです。この頃の HG はまだまだ黎明期だったこともあって、パーツの色分けは甘く、現在のガンプラに比べると素組みではなかなか見栄えがしません。特に赤や黄色系のパーツが少なく、素組みでは物足りない印象を受けます。さらに背部に装備したウィングは設定を再現しきれていない箇所も見受けられます。足の付け根やウィングの接続部はデリケートにできているので、まだまだ動かして遊ぶのは難しい印象を受ける一品です。また、フリーダムの特徴でもあるハイマットフルバーストの姿にすることができませんでした。ただし、フリーダムのデザイナーである大河原邦義のデザインを踏襲して、がっしりとしたスタイルに仕上がっているので、少し塗装を加えるだけで、完成度が大きく上がる一品となっています。続いて、アニメ放映中に100分の1でも登場しました。100分の1フリーダムガンダム。発売日、2003年7月。現在の100分の1の主流は、フルメカニクスやマスターグレードシリーズとなっていますが、この頃の100分の1は、パーツや内部構造がかなり簡略化されています。しかし、裏を返せば、初心者でも100分の1という迫力のサイズ感のガンプラが簡単に作れるということでもあります。さらにスケールが大きくなった分、HG よりもパーツの色分けがされているので、スプレーやエアブラシを使って大々的に塗らなくても楽しむことができる一品となっています。アニメ放映も終盤に差し掛かった頃、発売されたのがこちら。60分の1フリーダムガンダム。発売日、2003年8月。人気機体のフリーダムですが、意外と60分の1スケールはこちらしか発売されていません。この当時のガンプラとしては可動域が広いため動かしやすく、ハンドパーツの作り込みもしっかりしているので、様々な武器を持つことができます。塗装なしでもかっこよく組むことができ、翼を広げたハイマットモードでは大迫力で飾ることができるキットになりました。ただし、ディスプレイスタンドが付属しないので、劇中の浮遊したポージングを撮ることができないのが惜しまれる一品です。こうしてテレビ放映中に各サイズで発売されたフリーダムは、テレビ放送終了から約半年後、ついにこの形で登場します。400分の1ミーティアユニット。発売日2004年2月。フリーダムといえばミーティアとのドッキングも魅力の一つです。このガンプラはミーティアを400分の1にすることで飾りやすくしています。400分の1というモビルスーツとしては小ぶりなサイズですが、ミーティアユニットだとこのスケールでも大きなパーツが多いので、自分の好きな感じに仕上げて楽しむことができます。ドッキングするフリーダムやジャスティスだけでなく、プロビデンスも400分の1スケールで用意されており、本編さながらのジオラマを作ることができるガンプラとなっています。
その後もミーティアの進撃は止まりません。HG144 分の1ミーティアユニット。発売日2004年5月。144分の1スケールということで、パッケージからしてすでに大きいのですが、まさかの大型ビームソードが付属しており、ビームソードを装着させた時の存在感が凄まじいものとなっています。ビームソード装着時は全長 85cm にもなるので、ディスプレイの際はしっかりとスペースを確保する必要があります。アームパーツがモナカ割りだったりするものの、ミサイルハッチが開くなど各種ギミックが再現されており、さらにパネルラインなどのアレンジも適度なディテールなので、劇中のイメージに近い一品となっています。付属のフリーダムは当時の HG なので、まだまだ課題が残るものの、ミーティアは秀逸な出来栄えに仕上がっています。ミーティア、すごい。その後、発売されたのがこちら。マスターグレード100分の1フリーダムガンダム。発売日2004年7月25日。ついにマスターグレードでフリーダムが登場します。プロポーションが非常に良く、可動域が広く、それでいてパーツ数が多すぎるというほどでもないので組みやすく、ハイマットフルバーストも再現可能です。ただしビームライフルをがっしり保持するのが難しく、さらにウィングバインダーの組み付け部分が緩いのでパーツが分解されやすいなど、最近のキットに比べるとまだまだ課題を残しています。しかしその全体的な出来栄えの良さから、多くのモデラーの方がミキシングの素材として使用する秀逸なキットとして長年愛されるガンプラになりました。その後もフリーダムのガンプラ展開は止まりません。リアクティブモードカラーバージョンやエクストラフィニッシュなど各種カラーバリエーションキットが次々と登場します。そしてマスターグレード発売から7年後、ついにこのキットが登場しました。リアルグレード144分の1フリーダムガンダム。発売日2011年11月19日。144分の1としては約1500円で発売された HG から1000円ほど金額はアップしたものの、ここで大きく進化します。HG マスターグレードの課題だったディテールや可動域の甘さなどを解決したキットとして発売されました。外観は合わせ目が極力出ないように設計されているので、素組みでも見栄えがいいパーツ分割になっています。さらにパーツのパネルラインを増やすことで情報量が多くなっています。そしてマスターグレードのようにフレームに連動して動く走行や柔軟な可動域を持っているので、今まで以上にポージングを楽しむことができるようになっています。ただしリアルグレードは非常に繊細なので、ガシガシと動かすと壊れやすいことから、ポージングを最初から決めて飾って楽しむことに適したキットになっています。その後登場したのがこちら、 HG144 分の 1R10 のフリーダムガンダム。発売日2012年2月。 HG をリニューアルしたキットです。ただしリニューアルといってもハイマットフルバーストモードにすることはできず、パッケージデザインの変更やドレスアップ用マーキングシールが付属された簡易的なキットになっています。その後メッキを施したエクストラフィニッシュバージョンやフェーズシフトダウンをイメージしたリアクティブモードが発売されるなどカラーバリエーションが登場しており、中にはビルドファイターズのプラフスキー粒子をイメージした HG ビルドファイターズフリーダムガンダムプラフスキーパーティクルクリアバージョンが、ガンダムビルドファイターズのオープニングテーマ2分の1インフィニティの CD 同梱版として発売されています。その後発売されたのがこちら、 HGCE144 分の1フリーダムガンダム。発売日2015年8月。ついに HG フリーダムが生まれ変わる時が来ました。スタイルは大きく向上し、リアルグレードのようにシャープな形状になりました。可動域は肩と股関節はもちろん、腹部にも二重関節を組み込むことで体全体で屈伸ができるようになり、本編さながらのダイナミックな空中戦のポージングが決めやすくなりました。 HG なのでシールに頼る部分はあるものの、直線的なシールが多いので塗装で補いやすくなっています。強いて欠点を挙げると、頬のグレーの箇所が厚めになっていたり、ツインアイが大きめに作られていたりしますが、少し削り込むなどの改造をすることでより完成度を増すことができる一品となりました。一方マスターグレードも進化を果たします。マスターグレード100分の1フリーダムガンダムバージョン 2.0。 発売日2016年4月。
フレームや外装パーツは完全新規造形になり、プロポーションが一変しました。随所にシードバージョンリマスターを踏襲したディティールが盛り込まれ、新しいフリーダムになりました。リアルグレードや HGCE などで培った走行の立体的な表現や可動範囲の柔軟性の向上など、旧マスターグレードフリーダムを大きく超えており、さらに各所にアレンジを加えられました。ただ大胆なアレンジが過ぎると賛否両論の意見が出た一品でもあります。特にウィング部のバラエナプラズマ収束ビーム砲は展開した先端がイカのようだという意見も出ており、モデラーの方の中にはこの部分を削り落とす方もおられるほどとなっています。また股関節のパーツが非常に脆くねじれ切れてしまうという欠点も抱えることになりました。なおその後発売されたジャスティスでは過度なアレンジが抑えられ、アニメにより近いデザインに落ち着いています。このように様々な意見を醸し出しましたが、その秀逸な完成度から改造して素晴らしい作品を作り出すほか、主にシード系ミキシングの素材として使用されるなど、様々なモデラーの方々に愛されるガンプラになっています。なお後に拡張エフェクトセットが発売されていますが、そのエフェクトがケチャップみたいと揶揄されることもあり、エフェクトパーツを生み出すことへの開発者の方々の苦労が伺えます。いろいろあったんだよ。いろいろね。その後はホワイトメッキを施したスペシャルコーティングバージョンやキラヤマトの胸像とセットになったキットなど、様々なバリエーションキットが発売されていきます。さらに2019年7月にはフォースインパルスにエクスカリバーで撃墜されるシーンを再現する専用パーツが付属した HG144 分の1フリーダムガンダム VS フォースインパルスガンダム運命の対決セットが発売されるなど、各種キットが発売されました。そして2021年4月、上海実物大フリーダムの立像が公開されます。その実物大フリーダムをモデルにしてこちらのガンプラが作られました。フルメカニクス100分の1ガンダムベース限定 ZGMFX10A フリーダムガンダムバージョン GCP 発売日2021年8月、中国のガンダムファンの方々にさらに楽しんでいただくために発足されたガンダムの中国展開の企画 GCP すなわちガンダムチャイナプロジェクトの一環として発売されたキットです。実物大フリーダムならではの高密度なディティールやパネルラインを再現しているので情報量が多くなっています。立像の立ち姿を再現するためにランディングギアが付属されています。欠点としては同じ100分の1のマスターグレードに比べると合わせ目が多いことや内部のメカニカルディテールなどが甘くポロリも多いといったところがあるので、立像ならではの高密度ディテールを飾って楽しむのに適したキットになっています。なんでこんなことになっちゃったのかなって思って。フリーダムのガンプラは人気が高い機体がゆえに、時には挑戦しすぎたクオリティから賛否両論の様々な意見が出ることが多い印象を受けますが、スグミ派モデラーからも改造派モデラーからもロングセラーで愛されるキットになっているのではないでしょうか。パーフェクトグレードではストライクやストライクフリーダムが発売されているのにフリーダムだけが発売されていないので、次はパーフェクトグレードで出るのではないかと思っていますが、果たしていかに。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。